月の都では一切の汚れがなく、それは純粋で美しい場所。さらに幻想郷にはない珍しいものや技術があり、それは今みたいに毎日遊びながら無限のエネルギーを得られるような技術力を保有している。そんな誰もが憧れる場所を狙う者たちが存在していたのだ。一体彼女たちの目的とは？一体どのような策略を持っているのか？永遠の満月が訪れないうちにこの謎を覗いていきましょう。皆さん、東方ゆっくりスクールにようこそ。今回は月の都を襲ったキャラについて解説していきますよ。東方プロジェクトにとって月というのは、とてつもなく重要要素だからすごく気になるよ。それではまずはじめに第一次月面戦争について解説します。その第一次月面戦争の主犯者は幻想郷の賢者八雲ゆかりです。阿久曰く、妖怪らしい妖怪といえば、まず八雲ゆかりの名前が挙げられるようです。この妖怪は、根源に関わる能力の危険さもさることながら、神出鬼没で性格も人情に欠け、行動原理が人間とまるで異なっていることなど、まず相手にしたくない妖怪とのこと。基本的にうさんくさく、心が読めないため周りからは信用されないんだよな。しかし睡夢荘では自ら構ってほしいような発言をしていたり、東方水長家ではある出来事でスイカやマミゾウから構ってちゃんと言われていて、本当はただただ構ってほしいというのが本音。心は17歳だったようです。姿は人間と特に変わりはなく、派手な服装を好み、大きな日傘を使っているのです。特にレミリアみたいに日光が苦手というわけではないんだよな。そういった設定はないですね。そして八雲ゆかりの最大の特徴といえば境界を操る能力。境界を操る能力は、すべての物事を根底から覆す恐ろしい能力です。知っての通り、物の存在は境界が存在することで成り立っているのです。水面がなければ、湖は存在しません。稜線がなければ、山も空も存在しないのですよ。幻想郷の大結界がなければ、幻想郷も存在しないのです。境界って当たり前といえば当たり前だけど、どこにでも存在していて、物にとってはなくてはならない要素なんだな。そう、もし全てのものに境界が存在しなければ、それは一つの大きなものであるということ。つまり、境界を操る能力は、論理的創造と破壊の能力。論理的に新しい存在を創造し、論理的に存在を否定します。一言でまとめちゃうとチート能力ってことね。なので、空間の裂け目から自在にどこにでも瞬時に移動し、体の一部だけを別の場所に移動させることもできちゃうのです。これを応用すればなんと上半身だけ飛ばして攻撃することも可能です。手品師も顔真っ青やん。物理的な空間だけでなく、絵の中や夢の中、物語の中等にも移動することもできるようですね。もう一人の幻想郷の賢者にまだら沖縄がいますが、彼女曰く能力はどこでもドアらしく、ゆかりの能力とかなりに頼ったりな能力。パロディの授業で判明したけど、元ネタのドラえもんのどこでもドアも絵本の中に移動も可能らしく、ゆかりの能力と似たような能力なんだぜ。他にも、超人的な頭脳を持ち、特に数字に強いのです。数学に強いキャラというと八雲ゆかりの式神である八雲蘭。八雲蘭もものすごく賢く、幻想郷に変化がないか、結界のほころびが出ていないかを、定期的にチェックしているのです。さらに知能の高いあやもお手上げの方程式を披露したりするほどだよな。しかし八雲ゆかりはそれより上回るようですね。そんな賢く強力な能力を持つ八雲ゆかりが起こした第一次月面戦争は1000年以上昔の逸話です。第一月面戦争は1000年前の話なんだ。能力で実との境界をいじり、湖に映った月に飛び込み筒に攻め入ったことがあるようですね。これは東方暴月症でも使用した方法だよな。増長した妖怪を集めていったのですが、月の近代兵器の前にあえなく惨敗。これ以来、妖怪たちは自分のテリトリーを超え、攻め入ることは少なくなったと言われています。これをきっかけに妖怪たちがだいぶ落ち着いたということか。この騒動を機に、この境界の妖怪の力が人間の間にも知れ渡ったのですよ。第一次月面戦争の情報はあまり多くはなく、謎が多いままですね。かなり昔の話のようだしな。そしてこれを知っておくと、これからの月侵略の裏話がさらに面白くなる話があります。何々めっちゃ気になるよ。結論から言うと月はズンさんの中で中国、地獄はアメリカというイメージとのこと。これは東方プロジェクトに影響を受けたことで知られている大人気ゲームアンダーテイルと現在開発中のデルタルーンの制作者トビー氏との対談で語られました。そんなまさに夢のような対談があったんだ。その対談の内容がこちら。トビー、クラウンピースという月の都にいるキャラクターがいますが、彼女は星条旗をまとって統治を持っていますよね。自由の女神、東洋的なものを押し出した東方に、なぜわざわざアメリカのキャラクターを入れたのでしょう？僕の中で舞台となっている月の都は中国のイメージなんです。その月の都と戦っている相手はどこかと考えるとアメリカなのかなと思って、そういう発想です。嘘でしょ。
アメリカ出身の人の前でよくその話を持ち込んだな。確かにね。とのことで、このことから紐解くと幻想郷はおそらく日本を表しています。まあ実際に日本のどこかにあるのですが、なので第一次月面戦争は日本が中国を攻めたのですが、高度な科学技術で負けてしまったということになるのです。となると第一次月面戦争は日中戦争を表しているってことになるのか。おそらくその通りでしょう。日中戦争は、太平洋戦争での日本の敗北を受け、1945年8月に戦闘行為は終わったとされています。第一次月面戦争も敗北後、妖怪たちが襲わなくなったというところからも日中戦争とかなり似ているよな。そして現在、幻想郷は白霊大結界により隔離され、心の豊かさを中心とする、独自の文明を発達させてきました。外の世界に似た動きだぜ。今ある幻想郷は、ゆかりが作り上げたと言っても過言ではないぐらいゆかりは幻想郷の発展に貢献しました。やはり幻想郷のボスはゆかりと言ってもいいですね。もちろんゆかりは理想郷とまで形容されるようになった幻想郷を自分の息子のように愛し、誇りに思っていて、それはセリフからもわかります。そして、この第一次月面戦争におそらく冷戦も参加していたと思われます。冷戦も第一次月面戦争に参加ってマジ？冷戦はもともとは月で渡月姉妹に飼われていたペットだったのですが、人間の月侵攻に恐れをなして月から逃げ出しました。ちなみにこの月侵攻とはアポロ計画のことだぜ。1969年アポロ11号、2004年東方エイヤ小反布。冷戦はまだ35年程度しか幻想郷に住んでいないことになります。冷戦は玉都で寿命についてはわからないところがありますが、月は汚れがなくおそらくもっと長生きしているはずなので、この第一次月面戦争に参加していて、戦争の怖さを体験し、アポロ11号つまり、アメリカが攻め込んできたと思って、幻想郷、つまり日本に逃げ込んだのではと考えられます。なるほど。確かにアポロ11号が飛んできただけで逃げ出すという理由にしてはあまりにもできすぎているもんな。そしてそれ以降、大きな動きを見せなかったゆかりですが、なぜかレイムに神下ろしの能力を指導したり、コウマ缶組に住吉さん新ロケットを作らせ、第二次月面戦争を起こすのです。いやいいところでレイムさんの顔面が邪魔しちゃってるよ。ということで次に紹介するのは、第二次月面戦争。この戦争は第122期2007年度の秋に起こりました。ほうほう、かなり最近の話だな。どんな話なのかすごくワクワクするぜ。第二次月面戦争は、公式漫画、東方暴月賞で行われました。本作は東方エイヤ賞の続編的作品で、漫画小説4コマ漫画の3つの作品から構成され、3作品とも形は違うのですがズンさんが関わっています。東方暴月賞の漫画版は、一人者カンクールミック R エクストラ2007年7月号から2009年5月号まで連載されました。全21話で作画は秋枝先生、ズンさんは原作を担当しています。本作品は東方プロジェクト初の本格ストーリーコミックとなっていて、3作品のメインに当たるものとなっていますよ。ちなみに、秋江先生は、クールミック R エクストラ2006年12月号に同じく東方プロジェクトの漫画作品東方愚問式記憶する幻想郷という読み切り作品を執筆していて、こちらも原作はズンさんが担当しました。ほえー、そんな幻の漫画があったの。それはぜひとも読んでみたいぜ。クールミック R エクストラ2006年12月号はプレミア価格となっていて、なんと30万ぐらいします。なんだよ高すぎじゃねえかこの野郎。ここだけの話、国立国会図書館の遠隔複写サービスを利用することで、東方愚問式記憶する幻想郷部分を調査研究目的として入手することができますので興味のある方はやってみてください。30万円級の有力情報。話を戻して、第二次月面戦争は暴月省にて発生した異変。エイヤ省の約3年後、月の都で蓬莱山かぐや矢心栄林、冷戦うどん芸員稲葉たちが、地上人と共に月へ攻め込むつもりであるというデマが流されたことが原因の一つでもあるのです。もちろん、栄林たちは月に興味がなくなっているため、月へ攻め込むつもりは別に全くなかったのですが、栄林たちを利用しようとしている勢力が存在するのは確かであり、栄林はその勢力に立ち向かおうとするのです。一方、これはチャンスと見た八雲ゆかりは神を従えた白霊霊夢や、その他の妖怪を引き連れて月へ戦争を仕掛けようと目論むのです。それで式神である八雲蘭を使って幻想郷の勢力を集めようとしたんだな。そう、そして我らがコウマ館の主であるレミリア・スカーレットは、1ヶ月前に蘭から月の都に侵入し、めぼしい技術を奪ってくる計画への協力を持ちかけられたのです。妖怪の数が増えたからかつてのように負けることはない。あなたのような妖怪が協力してくれるなら簡単にめぼしいものを見つけてくれる。当の蘭の言葉で興味を持ったレミリアは、それを承諾。ではなく、
なんと先に行って月を侵略し、ゆかりを驚かせる計画を始めるのです。さすがは我らの主、ぶっ飛んだ作戦だが、一緒についていきますぜ。一見おこちゃまな作戦ですが、小説版暴月賞では八雲ゆかりがそういった発想力を心底褒めていますね。そしてパチュリーに月へ行く方法を作らせるため、昨夜に資料集めを命じると、たまたま高林道に資料が入荷していて、いとも簡単に、ロケットには3段で構成された筒状のものが必要であるという情報を手に入れることができたのです。これはゆかりとゆうこがそうさせるように仕向けているんだよな。二人とも天才的すぎて怖いぜ。ロケットには好奇心のままに月に乗り込むレミリアとその従者のいざよい作や、妖精メイド3名、そして月まで行くための推進力をサポートする白霊レイム、そしてロケットの名前の名付け親であるキリサメマリサがロケットで月に向かいます。地球から月までは約38万 km あって、月面に人類最初の一歩を記し、冷戦が勘違いしたアポロ11号は、月に着くまで、約102時間、つまり4日と6時間かかったことから考えると、レミリアは血を飲まなくていい期間は結構長いんだな。ホットモットでお弁当にしてもらったんじゃないですか？ホットモットの赤色は血だったの？ちなみに前回の科学の授業で1日ある一定分の血をあげればスカーレット姉妹が喜んでくれるという研究もしているので気になる方は後でこちらをどうぞ。話を暴月賞に戻して、静かな海へと不時着したのですよ。そこへ矢心栄林の助言から神下ろしの力を持つ、長い剣を携えた綿月頼姫が出迎えたのです。よっちゃんの大活躍場面じゃん。そして祇園様の力を使い霊夢一行を閉じ込めたのですが、力の差を感じたマリサは降参制限からのルール上絶対に殺されることはないスペルカードに話を持ち込みました。マリサは道具屋の娘でもあることからか、取引もうまく頼姫もスペルカード戦での決闘を了承。この話を持ち込まなかったらみんな全滅していたからマジでファインプレイなんだぜ。そして頼姫は侵入者である霊夢やゆかりたちを撃退しようと交戦。そして最強の姉妹である綿月姉妹の姉の豊姫は同じ教会を操る者同士の八雲ゆかりとぶつかりました。そんな中、ゆかりに頼まれ事をされたゆゆ子は、霊夢と共に月の都に忍び込むことに成功。そして見事、1000年ものの蝶々古種を手に入れて、豊姫と頼姫にギャフンと言わせたのです。これが暴月賞のストーリーのあらましだけど、なんでここまでして最後にお酒を盗んだのか衝撃の理由があるんだよな。そのアンサーについては非常に濃い設定なので後でこちらを見てみるといいですよ。この第二次月面戦争をまとめると、ゆかりの計画では巫女たちと自身は月の使者の陽動役に徹し、その隙に月人に怪しまれない亡霊のゆゆ子たちを月の都に潜入させ、月の使者のリーダーの屋敷にあったお酒をかっぱらい、ゆかりはリベンジの第二次月面戦争に勝利したのです。月では汚れがないから亡霊は存在しないのでゆゆ子が忍び込めて、お酒をかっぱらうことができたんだぜ。この暴月賞のテーマ性を考えるとき、見落としちゃいけないことと思われることは第二次月面戦争の無血の勝利とゆゆ子が言うセリフにあると思います。というのもそれは、この言葉は暗にかつて起こった第一次月面戦争は無血でなかった。つまり多数の犠牲者が双方に生じたものであったことを示してることが推察でき、これを踏まえて今回のゆかりの目的を考えた場合、ゆかりがそもそも第二次月面戦争で果たそうとした目的の中核には、無血で勝利することが目論見だったのではないかと思われますね。なるほど、それもお酒を盗むという一つの理由か。この勝利は1000年以上前の屈辱を果たしたものだから、あまりにもゆかりは嬉しかったのか珍しくガッツポーズを決めていたので見てみてください。さすがは17歳だけあって喜び方が可愛い。さて、幻想郷から月の侵略を行った者たちもいましたが、その他にも月に攻め入った者たちがいます。それでは次に紹介するのは東方漢樹伝での侵略者、純子、クラウンピース、ヘカーティアですね。発端は純子で月の女神であるジョーガを恨みを持っていて、純子が言ったジョーガよ。見てるかはあまりにも有名だよな。そういえば六面ボスなのに名字ってないの？そう、ウィン版では初の名字がない六面ボスです。さらにウィン版の東方史上初の二つ名を持たないボスなのです。恨みに純化された例であり、すでに自らが何者なのかという情報すら必要としなくなっていました。どんだけ恨んでるんだよ純子。なぜここまでお怒りなのかは、純子はジョーガという月の女神の夫に実の子供を殺されたからです。ちなみに、ジョーガの夫は純子の夫でもあるんだぜ。特にジョーガが手を加えたわけではないのですが、ここまでお怒りなので夫にそそのかしたのかもしれませんね。発端者の動機が分かったので、東方漢樹伝でのストーリーも一緒に見ていきましょう。まず幻想郷に謎の雲のような機械が現れたのです。その機械が通った後は植物が全て死んでしまうのですよ。これは月の高度な技術力による機械だよな。おそらく何が起きてもいいように移住できるよう汚れを払っているのでしょう。そして異変の解決やたちがエイリンからもらった漢樹の薬を飲んで、異変の元凶を操作するのです。まずはじめに、謎の機械を使い浄化活動をしていた月のウサギ、セイランとリンゴに出会い月に元凶がいると知り、
月に通じる夢の回路の住人、ドレミーに止められながらも月へ向かうのです。だから青リンゴは地上にいたのか、なんだかんだで初めて知ったよ。そんな中月は凍結状態、月の権力者の寄進サグメ曰く謎の狂人に月が攻撃されていて、その方法が月の民が手出しできない方法のため、月が大ピンチ状態となっていました。そのため、月を捨てて幻想郷へ移住する計画を立てていたのです。すべての月の民は夢の世界にこっそり避難済みで、汚れを嫌う月の民のため、月のウサギに幻想郷を浄化させていました。その謎の人物を倒すため東方暴月賞で頼姫と交戦した静かの海へ向かうのです。静かの海が8年越しで再登場したのはびっくりだよな。そこには妖精がたくさんいて、妖精は生命の象徴、生きるというのはまた汚れなので、月の民は手出しできなかったのです。しかも純化され強くなった地獄の妖精、クラウンピース曰くご主人様と友人様に月で遊んでいいと言われ、月はまさにルナティックな状態に、そしてついに元凶である神霊、純子に出会うことに、彼女は子供をジョーガの夫に殺されていて、そのため長年ジョーガを恨み月を攻撃していたのです。主人公らは感受の薬を飲んだため、純子の純化能力が効くことがなくなんとか倒すことに成功、そして無事に地上に帰還することになるのです。一旦は落ち着いたけど、純子は旋回に住んでいて、今もなお月に攻め入ろうとしているんだよな。過去にも純子は何度も月の民にちょっかいかけては追い返されていたようです。追い返しは月の賢者の仕事ですが、賢者はエイリンしかいないわけではなく、月の都遷都計画を立てたり、月の都を凍結したりは現在月にいる賢者の仕業なので、エイリンのいない間にも何度か他の賢者に追い返されてたことはあったのかもしれませんね。にもかかわらず、捕まっていないところを見ると彼女の強さが垣間見えるな。今回は同じくジョーガの夫に恨みを持っていたヘカーティアと共闘。ジョーガの夫を恨まれすぎだろ。今回の作戦をまとめると、ヘカーティアの配下である妖精たちを自身の能力で純化させて生命力の塊とさせて月の都を襲撃させ、その間にジョーガを撃つという策略だったのです。しかしその計画は事前に月の賢者たちに見破られ、月の民を夢の世界に飛ばして都を凍結させたことにより手が出せなくなり、半年間膠着状態に陥った末、エイリンによって霊夢たちを送り込まれた結果、月の都の侵略を失敗したと悟るのです。へえ、半年もそんな状態にあったのか。霊夢たちによって純子の作戦は崩れていたのですが、もてなすのが礼儀として彼女たちと交戦することになりました。後に夢の世界に刺客として送り込んだヘカーティアに呼び出され、二人で戦うのがエクストラ。純子が負けを認めたのにわざわざヘカーティアを呼び出して主人公と戦った理由はおそらく、協力させたヘカーティアの感謝の恩返し。地上の魅力的な解決屋を紹介するために、ヘカーティアを呼び出して紹介してあげたってことか。なのでそれ以降、ヘカーティアは地上のものに興味を持ち幻想郷を気に入っていますね。まさにアメリカが日本に興味を持った感じといったところでしょう。またさっきの飛び石との対談で言っていたように月が中国、地獄がアメリカ、幻想郷が日本という三つどもえ状態にあったわけか。ヘカテキストから今回の作戦で初めて純子は、ヘカーティアとコンタクトを取ったようなので、純子だけでも手を焼いていた上に、地獄の女神であるヘカーティアと協力したことで、いよいよ月の賢者も根を上げざるを得なくなったのではないでしょうか。なのでもしかしたら新たに、月の民は協力者を呼ぶ可能性はありますね。夢の世界から新たなキャラとかあるかもな。夢の世界もまたどこかの国を表しているのかもですね。エンディングでは、純子の夫が純子との息子を殺したため負に復讐を果たしたのですが、その夫はジョーガとも関係を持っていたため、憎き夫の身内という理由でジョーガを恨み、そんなジョーガを守り囲っている月の民すべてを殺そうとまで思っていたことがわかりますね。かなり大きな異変でしたが、ズンさんのインタビューもかなり面白いものとなっています。それがこちら。まあ月の都は長いこと色々あって病んでるんです。その片鱗がちょっと見えちゃった。もしかしたらこれから先に、外の世界の病んでる状態を見るかもしれないですけれど、まあスミレコは今の日本の病んでる感じを詰めてますが、あれは外の世界の我々としてはわかりやすいですよね。ラノベとかにありそうな設定というか。とのことで、技術が発展している月の都は外の世界と似ていると言っています。後の奇形獣からは、VSAI をモチーフとなっているようだしな。そして他には、基本的に月の民と幻想郷は敵対していますよ、ずっと。幻想郷というよりも地上とかな。どちらかというと、月の民側から一方的に敵対しているんです。あいつらとは絶対会いたくない。あいつら汚れてるよね。縁ガチョみたいな。そうや、ずっと一方的にそういう扱いされたら嫌いにもなりますよ。とのことで、月の民たちの方から他の民族との縁を断ち切っているようですね。確かに、サグメでも月の都を救うためならば地上の存在のことはあまり気にしていないところあるもんな。そして、嫌いだから乗り込んで潰そうなんて、誰も考えていないんです。お互い嫌っているなら隔離しておけばいい。誰も戦って得をするとは思ってないんです。
もし月の都が戦わないで戦とするなら、気づかないうちに幻想郷の住人が全員消えてるね。とのことであまりにも怖すぎる可能性が、おいおい、それは危なすぎたな。もしあのまま移住してきたら幻想郷の住人はいなくなっていたということか。それよりここまで深く設定を考えるズンさんという存在が一番怖いですね。間違いないな。以上が月の侵略者と同期とストーリーまとめでした。キャラ一人一人の思いがあって、月に攻め込んでいて面白かったぜ。次回は幻想郷の侵略者についても解説していくのでお楽しみに。おお、サブメたち側の考えや策略なんかがわかるのか、楽しみすぎて待ちきれない。それでは今回の授業はここまでにします。視聴者さんはどの侵略者が一番好きか良ければ教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。